暗くしないで。電話の声だけちょっと。今いい。見つけた。この門を突破しなければいけない。だだだだだ、開いた。でででで、先へ進んでみよう。統一したところ。ボスだー。でで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 で。ジャギーでで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 。使った。達也はワープを使った。ジャンプ。シャキー。僕らはですね、劇団スカッシュと言いまして YouTube ではドラマとあと旅もやってるんですけど、基本的にはドラマをメインにやっていて、あと演劇公演もやったりしてます。監督と作演出だから、作品を作る核となることは全部僕がやってます。黙れこのクソ女。誰なんだよこの女。お前なんで女と二人でいるんだよ。全然わかんねえよ。お前に振り回されっぱなしだよ。よくお兄ちゃんと一緒にね、一緒にやるなというふうなちょっと不思議な感じで思った時もありますけどね。それ俺インタビューでも聞かれてちゃんと思い出せないんだけど、なんでやったんだっけな。いや本当しおりな兄弟だと思いますよ。その意味が分かんないですからね。あいつ俺より先に童貞も卒業してるんですよ。ちょっと先行かれたなと。帰ってくるの遅いぞ。すいません。死ね。なんだって。やつをやったんだ。小学生になる前に、アメリカに行きまして、で、5年生の2学期ぐらいに帰ってきて、で、その頃からテレビに出たかったんですね。もともと目立ちたがりなんで。アメリカの学校にいた時に劇に出て結構みんな笑わせてたっていうのありましたね。ホームルームみたいな毎日やるやつがあるんですよ。それが大好きだったですよね。そこで自分をほらアピールする、それをだけ自分が表現するんですけど、それ大好きだったと思う。2人とも好きだったと思う。小学校の時に達也が引っ越してきたんですよ。アメリカから来たっていう人間っていうのですでにちょっとヒーローみたいな感じで入ってきたけど、なんでか気持ち悪いやつだったなと。高校に入って同じバンドに入って、彼がボーカルで僕がドラムを、間奏の時は踊ってるような笑いを取りたい人間で。日芸の文化祭かなんかに連れてってもらって、でたまたまその時見たなんか演劇科の文化祭結構面白くて、なんか笑っただけじゃなかったと思うんですよね。確か結構かっこよくて、でずっと本当はお笑いとかでもいいかなとかずっと思ってたんですけど、ちょっと演劇興味出たと思って、じゃあ達也と一緒に演舞ゼミっていう専門学校っていうかゼミですよねみたいなところに入って通い出した演舞ゼミっていう演劇の学校で大塚達也と中田大地に出会って、何人ぐらいいたんだろう、60人ぐらいとかいたんですけど、その中でもずば抜けて変な2人だったんで、彼らがその昼の授業終わりに2人で来て、お前らと別になんか一緒にやってもいいと思ってるっていう、すげえ上から急にですよ行ってきて、何なんだこの人たちは。ゼミに行っていいなと思ってた劇団がもうかなり弱体化してたんですよ。俺が入った時にはもうかなり結構スカスカで、ここに入ってもちょっとしょうがないなと、もうじゃあ自分で作った方がいいかなと。1ヶ月間練習頑張ってきました。そしてありがとう。今日はありがとうね、本当に。告白スタート、松ペイがオペラいたします。方言やめて。演劇もなんか最初5回公演
やる中でお客さんが1000人入るか5回公演で何かだからそう何かをゲットできなかったらやめるっていうルール化してでやり始めたらちょうど5回目でなんかそのトラムっていう結構大きな舞台でやれたんでじゃあこのままちょっと勢いに乗ってやってみようって言ってやってたんですけどなんかちょっとどうにもうだつが上がらなかったんでどんどんお客さんが増えてってたんですよね。いい役者さんに出てもらったりして20人出てると誰がスカッシュかも見に来た人は分かんないし自分たちのやってるその演劇の可能性の低さにどうしようかなってやっぱなるんですよね。そういうやり方して例えば5000人とか1万人とか呼んでる人って実はいるんですよねそういう劇団って。でもなんかちょっとそのやり方スカスカだからそうはなりたくないなっていうので、まあ、ちょっと4人だけでやろう とにかくこのままじゃダメだっていうのがあったんで遊ぼう遊んできてもいい友達が今ちょうど YouTube が流行ってるからちょっと YouTube やってみたらって友達に言われて YouTube 誰もそんなやりたいっていう人そもそも演劇やってる人いないんでかなり無理を言ってもうやろうもう今年は YouTube と演劇とバイトの3足のわらじで行こう。だから最初みんな反対してたし劇団員も2人辞めたんですよ。なんで YouTube やんだよ。いやよくわかんないよそれは。その人を呼ぶ宣伝見たこともない人に見に来てくださいっつってもまあ来ないですよねやっぱり。っていう時に最初 YouTube の話に劇団スカッシュっていうものの知名度を上げなきゃないんだ。まず裾野を広げなきゃない。そのためには何よりもまず見てくれること、誰かの目に留まることで、こういう人たちがいるんだっていうのを知ってもらうこと。もうとにかくやるよと。でとにかく再生回数増えりゃお客さん増えるかもしれないわけだから。俺は面白いことできると思ってたんですよね、動画で。でみんなはずっと役者しかやってないのに映像を作るってなんだよっていう状態だったりとかして、で達也はいや面白ければなんとかなるでしょっていう感じで変な状態でスタートはしてる。劇団がこのまま続けていくのかどうなのかっていうところに YouTube っていうものがあるんだよって紹介してもらって、その可能性にかけたっていうのはあるんですけど、でも最初の頃はだからこれが何の役に立ってんのかは分かんなかったですね。いやでも俺本当にずっと嫌だった。そのやっぱ役者仲間一本でやってる子とか専門学校出て何人かはドラマで始めたり映画で始めたりしてて、これが何になるんだろう、楽しめてない時期の方が多かったですね多分。扶養は止めるよって言われてましたね。扶養に入ってたんで親父の扶養に入ってたんでもう今から止めるよ。一人劇団員が辞めた時の印象的な言葉があって、もうパックのお茶かペットボトルのお茶か迷いたくないんだって言って辞めてったんですよ。辛いっすよね。もうその時期はもう釣るしかなかったんで、釣ればお金になるっていうそういう精神でやってた。何これ何これ、いや何やばいやばいやばい。ボルクソに言われても、まあ、それをボルクソの気持ちで作ってるからねと思いながら適当にやってた感じです。でも軽く可能性感じてましたね。例えば演劇界でも演劇界の少し力のある人に見てもらってあの劇団いいよって言ってもらって広がっていくっていう人が結構多いんですよ。嫌な言い方しちゃえば実は YouTube もそうだったりするんですけど、どっちにしろどっかで波に乗れないとずっと乗れてない人じゃないですか。兄は僕から見るには、まあ、作品が面白いって言われることと僕と同じように演者として面白いって言われることもありますけど、まあでもいつも自分で言ってるのにチヤホヤされることって言ってるんで、別に YouTube でドラマを作るのを勝手にやっていいけど旅動画作ってくれればバンバン何でもできるようになるよ。僕はあの人絶対作品作る人だし作れなくなったり出れなくなったりしたら無理な人だと思ってるんですけど、なんか話を聞いてる言葉としてはやっぱり多くの人に見てもらうの方が上に来てるのかな。
劇団スカッシュっていう団体自体が彼のやりたい面白いことを一緒に表現しようよっつって集まった団体なので、あの人が楽しくないとうちの劇団が成立しないっていう部分があったりとかするんで、だから大塚達也が表現するものを一緒にやりたいっていう意味では多分みんな共通認識としてあるのかなっていうところがあるので、だから続けてるんじゃないですかね。見てもらえればもう勝ちだよと、見てもらえたら大丈夫だよと、だから見てもらえてダメならもうやめなよって自分でも思えるんじゃないかな。顔出せ。なんで言うじゃねえよ。軍隊も読めねえバカは殴るんだよ。バカだから殴るっつってんのは。優也とは結構大変でして、俺もちょっとあんまり話したくないぐらい嫌な思い出なんですけど。試合やるぜ。このままでいいの？俺兄に虐待されてたんですよ。打つぞ。嫌です。